自分に浸透させていかなきゃいけないんですよね。やっぱ人って動かないと思うんですよね。っていうことが結果を出し続けるためには必要なことであって、こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術などをお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。今日も。お願いします。今日はちょっとストレートな質問なんですけど、これは本当モンデ社長自身にお聞きしたくて、結果を出し続けるリーダーとか社長とかに共通する特徴みたいなところでちょっとお話しいただければと思うんですけど、モンデ社長が結果を出し続けるために日々やってることとか、ここだけは大切なことだよ、大切な部分だよみたいなところがあればぜひちょっと教えていただきたいです。はい。週1回、取れる時間は少ないなり多いなりありますけど、やっぱ自分を見つめ直すというか、そういう時間は取り入れてますね。それはどういう形で取り入れてるんですか？いや、シンプルに考えるだけですけど、やっぱり自分は何をしたいのかとか、目的目標を見つめ直すというか、自分って今のままでいいんだっけとか、俺の目的目標なんだっけとか、なんでそれがやりたいんだっけとか、そういうのを見つめ直すというか、これ意外に重要ですけどね。自問自答するみたいな。そうですね。やっぱり結局結果を出し続けるっていうことは、極論やっぱり成長意欲とか、意欲の問題だと思うんですよ。やっぱ情熱を持ち続けられるかどうかみたいな。情熱があれば継続的に学びますし、行動もしますし、結局結果っていうのは行動のね、結果でしかないので、やっぱりいかに行動するためにはとか、いかにそういう行動するモチベーションというか、活力か考えたら、やっぱり結局達成意欲とか成長意欲とか、意欲情熱がないと、やっぱ人って動かないと思うんですよね。意欲情熱をかき立てるようにするとか、引き出すようにするとか、維持続けるようにするっていうことを、やっぱりやってる人が結果出し続けてるのかなと思います。意欲がない人で結果出してますなんてあんま見ないですよね。そうですね。確かに。ここまではものすごいやる気もっとバンバンやってて、で、結果ここまで出て、で、意欲がなくなっちゃったから、そんな成長してないみたいな人は見ますけど、でも基本的にやっぱ絶対意欲持って、情熱持ち続けてる人は、結果出し続けてますよね。だから結局はもうそこなんだと思ってますけどね。情熱を持ち続けるためには、どういうことを実践したり？だからやっぱりまず、本当に自分も一番大事なんですけど、目的？自分は何をしたいんだと。どういう目的があるんだと。でこれは当然作ることも大事ですけど、作る過程の中でやっぱり本当真剣にしっかり考えると、いうこともそうですし、一回作ったら終わりではなくて、作ったらこれを本当にそうなんだよねっていうことを自分に浸透させていかなきゃいけないわけですよね。目標もそうかもしれないですけど、こういう目的があって、そのためにこういう目標があって、で、散々考えて作りました。作ったら今度それを自分に浸透していく。だから週1回そういう時間を取ったりとか、定期的にやっぱりそういうのに自分に向き合うわけですよね。で自分に浸透していったら、それってもう自分の体の一部というか、頭の一部というか、当たり前になるわけですよ。なるほど。そうなるまでにやっぱ相当時間かかると思いますし、相当考えなきゃいけないと思いますし、そういう点が繰り返して、やっと、本当の意味で自分の目的目標がもう当たり前とか一部になるということだと思うんですよね。やっぱり重要なのは結構、目標の高さとか本気度っていうのが、さっきのだから意欲とか情熱につながるなと思っていて、やっぱり自分の中に本当に浸透させていくっていうことをやっぱやって、そうなってくるとやっぱ本当に目標が高いとか本気度っていうのはやっぱ出てくると思うんで、浸透させていくってなかなかやっぱ難しいと思うんですけど、アップルさんで社員さんに向けてのアドバイスだったりとか、モンデ社長自身が下の方に意欲とか情熱をかき立たせるためにやってる実際のことってあるんですかね？自分の人生の目的とか目標とか、そういうのを考えさせる機会を作っていたりとか、役職者になったら当然目的とか目標とかすごいうるさく言いますし、結局これってやっぱ量と質だと思うんですよね。量と質。その目的とか目標をなるべく時間軸長く壮大なものにするっていう意味では質なのかもしれないですけど、ただやっぱ量やんなきゃダメですよ。結局やっぱり浸透してこないですよね。なるほど。作るだけだと浸透しないじゃないですか。
ぱ量と質が全て大事だと思うんですよ。なのでやっぱりちゃんと考える時間を取ったりとか、そこを考えるとかっていうのをやっぱりやらないと。量と質を考える時間。そうですね。何事にでもやっぱ量と質は大事ですよね。何の練習もそうじゃないですか。ね、やっぱ練習量を重ねたら当然上手くなる可能性は高まりますし、かといってでも量だけやって練習の質が悪かったらそんなに上がっていかないし、でも練習の質だけ求めて、じゃあ1日1回でいいやと、1週間に1回やればいいやとなったとしてもやっぱ量やらないとダメだし、考え方も全部一緒で、量と質はやっぱ追求していかないと、本当の意味で浸透がないんじゃないかなと思いますと。なるほど。いろいろ壁にぶち当たったりとか、谷が来たとしても、耐えられたりとか、山を登るためには谷もあるよねと、いうことで納得できたりとかして乗り越えていけるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあやっぱまずは意識を変えることが。そうですね。行動としてやっぱ重要なのは、学び続けること、行動し続けることだと思うんですよ。だから学び続けるために意欲が必要だし、学んだらやっぱりちゃんとこれを実践したらうまくいくんじゃないかって思ったりするので、行動につながっていくじゃないですか。学ばなければ行動もないですよね。ただやってるだけになっちゃうことも多いので、具体的な話としてはやっぱ学び続けることを、行動し続けるっていうことが結果を出し続けるためには必要なことであって、行動する、学ぶっていうことに関しては起源としてはやっぱりその意欲、情熱っていうものが必要で、この意欲とか情熱をこう忘れないためとか作るためとか継続させるために自分自身の目的とか目標と向き合うみたいなことが必要なんだと思ってます。モンジ社長自身はこう考えて、自問自答してっていうのがルーティンだと思うんですけど、なんかやっぱりこう紙に書いたりとか、なんかそういうもう少しこう具体的な実践方法みたいなのって何か。紙に書くとかもそうですし、言うっていうことも大事ですよ。宣言するみたいな。なるほど。だから僕はそれ会社でやってるわけじゃないですか。会社の目的はこれです、目標はこれです。イコール自分の目的目標でもあるので、常に会社の中でも形を変え、言い方を変えも含めて発信をしなきゃいけないとか、なんかこう表示するものを変えなきゃいけないとかってやってるわけなんで、そういうこう書くこともすごい大事だと思いますし、発信するっていうこともものすごく大事だと思います。なるほど。発信することで自分の意識がね、そこに向く気がしますね。ありがとうございます。結果を出し続けるリーダーや社長の特徴としては、しっかりとこう意欲、情熱を持ち続けている人が結果を出し続けるなと思っています。ありがとうございます。皆様からいただくコメント大変励みになっております。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いします。